ゆるパパのほびちゃん。はい、ゆりパパです。ゆりパパのホビちゃんですね。始めて3年以上経ってますですね。いろんなことに挑戦しましたですね。いろんなことをやりすぎてですね、チャンネル内、いわばゴミ屋敷の状態になっていたんですね。そこでですね、皆さんにより分かりやすく楽しんでいただけるためにですね、この度心機一転引っ越しをしました。新しくなったチャンネルで、私の死肉となっているですね、ホビーの世界ですね、ディープにお届けしていきます。まずはですね、私の自己紹介、兼ねてですね、これまでどんなものを作ってきたのかですね、その奇跡をですね、軽くご紹介いたします。私ですね、もともとデザイナーですよ。最初アニメですね。アニメからですね、ゲームのデザイン、フリーペーパーとかですね、いろんなお絵描きの仕事を幅広く経験しています。その中で培ったものがですね、3DCG のスキルです。頭の中でですね、イメージ、立体にする作業っていうのはですね、ある程度ちょっと慣れてるんですね。模型制作もどちらかといえば立体物としての造形に比重を置いたスタイルですね。その模型作りに関してはですね、私、小さい時から模型作ってます。決して初心者ではない方だと思うんですけどね。実際に学習はほとんどしてないですよ。私作るの好きでですね、作るんですけど、学習はしてないです。見よう見まねで試行錯誤してやってきました。私の動画見ていただくとわかると思うんですけどですね、経験者から見ると、素人が何やってんだみたいなですね、そういうところがあるかと思いますですね。ただですね、独学だからこそですね、他のモテダさんとはちょっと違う個性ですね。また癖があるんじゃないかなとですね。それが私の長所であり、短所でもあるのかなと思っています。特にこだわってきたのがですね、改造ですね。簡単なところではガンプラの可動域アップですね。で、難しいところではですね、難しいっていうのかな。フィギュアの顔とかいじったりしますね。私並みのでですね、好みのスタイルに変えますね。それなりにちょっとやはり引っかかるところがあればですね、私が感じてちょっとこれはちょっとないんじゃないかなみたいなですね、ここはこうした方がいいだろうっていうようなところをですね、ある程度もうそう思ったところはですね、で実際行動に、移せるようにしたいと思います。で、絵を描くのが、私絵を描く仕事をやってたんでですね、塗装も得意でしょうってですね、塗装が得意で当たり前じゃないのみたいなですね、そういうところが思われるかもしれませんけど、実際ですね、模型の塗装はですね、苦手です。得意ではないですよ。もともと面倒くさがりって言いますかね。私、子供の時はですね、やっぱ素組みですよ。塗装までにお金をかけなかったです。塗装にお金をかけるという発想がなかったんですね。だからですね、基本的に、私の、趣味のプラモデルは基本的に成型色を生かすスタイルですね。で、気になると、ある素組みで作ってですね、それで OK であればいいですよ。私自身、その素組みで納得できればですね、それで、もう素組みで作ってかっこいいなと思って、それで、私が思ったら、それで何も手を加えないです。ですね。ちょっとある程度もうちょっとかっこいいなというような感覚であればですね、墨入れとかするとかですね、そういうことをするかも、というような感じですね。かなり面倒くさがりなんでですね、なんですよ。よっぽど気に入ったもの、ガレージキット、ガレージキットとなればですね、さすがに色は、塗らなきゃいけないとは思うんですけどね。それ以外はめったに色は塗りませんですね。それもちょっと私の動画の特徴と言いますかね。色を塗る。ちょっと色塗る勉強もした方がいいかもしれないですかね。ちょっと年なんでですね、そうですね。機会があればちょっと色を塗る勉強を誰かに教わった方がいいのかなみたいなですね、あるかもしれませんね。で、私がですね、YouTube 始めて、最初に作ったのが、ミニオンですね。青島さんのトコトコミニオンですね。こちらの方を作りました。構図はかなりシンプルです。で、この目ですね。これが目がシールだったんですね。これをどうするか試行錯誤しましたんですね。その後ですね、マジンガー Z、カプセルトイのマジンガー Z ですね。
これハマりました。私ほとんどカプセルトイガチャガチャやってなかったですよ。ギャンブル性が強いんでですね、がっかりすることが多いんでですね、カプセルトイはずっとやってこなかったんですけど、このマジンガー Z をきっかけにですね、すごいかっこいいなと思ってですね、マジンガー Z からやり始めましたですね。これからバンダイのメカニカルバストですね。ガンダムのバストアップ胸像っていうんですか。ですね。こちらもハマります。だからそのマジンガー Z とこのメカニカルバストですね。ここからちょっと動画の方ですね。YouTube の動画でもカプセルトイですね。ちょっと気に入ったものがあればですね、やるようになりましたですね。これ100円ショップの LED 仕込んでありますですね。100円ショップのものですね、もう紹介もします。改造に100円ショップのものを使ったりとかですね、そういうこともあるんでですね、100円ショップ、100円ショップのプラモデルとかも紹介した動画ありますですね、過去にですね、やりましたですね。そういうこともやります。あとですね、私の特徴としてですね、ワイヤーですね、ワイヤーを使います。これは昔作ったんですね。ラピュタの、ロボット兵ですね。可動域アップしました。可動域アップとですね、もう形状維持がこれ厳しかったんでですね、ファインモールドのプラモデルなんですけど、形状維持が難しいんでですね、この両腕、両足、ワイヤーが入ってますですね。で、実際に YouTube の動画で、上げたのが、作ったのがですね、これ水遊び用に改造したズゴックです。このズゴックワイヤー入ってます。形状維持のためのワイヤー。ズゴックもプランプランですよね。関節がですね。なので、ワイヤーである程度固めてあります。ですね。で、100円ショップのモノアイ入れてあります。ですね。これ、釣り具のなんかこう、金具ですね。のモノアイで、作りました。ですね。もうワイヤー入ってますですね、中に。ですね。これはだから水中に入れてもいいような感じで漂ってくれるんですね。そういう動画作りました。こちらのガンダムですね、ワイヤー入ってます。両足ですね。で、腕も入れてたんですけどね、ちょっと取りました、こっちはですね。足の方ですね、ワイヤーで形状を固定できるようにしてあります。ですね。このワイヤーはですね、形状位置と、あとパーツをなくさないためのワイヤーですよ。どうしても水の中に入れるとですね、パーツがポロポロ取れるんでですね、パーツが、飛び散らない、なくさないように、ワイヤーとか、あと、何ですか、なんだろう、紐とかですね、紐っていうのかな。なんかそういうので、こう、バラバラにならないようにですね、そういう養生の意味でも、やってあります。ですね。ですね。これもですね、私の特徴ですね。どちらかというと。あとなんだろうな、私がやると。100円ショップのものを改造したりとかもしますよ。100円ショップ。こちらアメリカンバイクですね。ガンプロが乗るように、ちょっと、手を加えて、ますですね。ちょうどハンドルをですね、高くするために、これは、ゼムクリップですね。ワイヤーではないんですが、ゼムクリップで、ちょっとハンドルを高くしてあります。こういうことをやります。あとなんだろうな、あと収納ですね。収納&ディスプレイ。っていうのですね、ちょっとそちらの方もですね、私、ちょっとですね、模型を収納したいんですけど、やはりちょっと見せたいじゃないですか。見える収納って言いますかね。100円ショップのアイテムで、ある程度、天地無用でですね、動かしてもばらけないですね。で、ちょっと、収納もできて、鑑賞もできる、見ることもできるですね。そういうことも、やったりしますですね。やりましたですね。あ
と、あれですね、クレーモデルにも挑戦しましたですね、年末。こちらですね、なかなかバンダイの、商品で人気があまりなかったですね。もう安売りされたものをちょっと、特集しましたですね。こちらの方ですね。これをきっかけにですね、ちょっとクレーモデルにも挑戦したんですよ。もともと粘土細工興味あったんでですね、やりたいなと思って道具とかですね、材料を、購入してたんですね。で、このバンダイさんのクレーモデルをきっかけに、こちらソフトン、ボーボボのソフトンを作りましたですね。これちょっと本格的な、フィギュアですね。粘土細工フィギュア私作りましたですね。本格的なっていうのは、初めてこれだけのものを作りましたですね。これをきっかけにですね、またもっと他のものにも挑戦したいですよ。クレーモデルですね。粘土でいろいろ作ってみたいなと思っていますですね。あとで最近のものは、あと何ですかね、タイムアタックですね。タイムアタック、そうです。最近変形ロボのタイムアタックやりましたですね。最初にやったのはあれですね、ゼータガンダムですね。ゼータガンダムからやりましたね。ゼータガンダムの動画が変形タイムアタックちょっと評判良かったんでですね、そちらの方もこれからもやっていきたいと思います。変形メカですね。変形メカもし手に入ればですね、そちらの方ですね、作って、プラモデルでもフィギュアでもですね、そんな高いものは買えないと思うんですけどね、そちらの方を手に入れば、ちょっと変形ロボのタイムアタックですね、挑戦していきたいと思っていますですね。ですね。その遊びが心のある企画ですね、どんどんやっていきたいと思っているんですよ。で、私の発想でですね、考えたことでですね、ちょっと、実現できそうなことをですね、やっていきたいと思っています。いくつかありますよ、やりたいことですね。まだやりたいんですけどね、ちょっといろいろと、難しいところもあったりとかするんですね。ですね。私なりの視点でですね、あと独自の、改造術改造したりとか、私なりにやります。皆さんに飽きさせないようなですね、動画をお届けしていきたいと思っていますですね。できるだけ他のチャンネルさんの真似をしないようにしようと心がけています。皆さん誰かどっかで見たようなチャンネルをやっぱり見るのは嫌かなと思うんでですね、できるだけ他のところと被らないようにですね、していきたいと思っていますですね。偶然被っちゃったとかみたいなところあるかもしれないですけどね。はい、そうですね。はい、以上です。またのチャンネルさんとだからちょっと差別化、ある程度こうですね、ちょっと分けられるように、分けられるような動画作っていきたいと、その独自性のものですね、切り口として楽しんでいけるように、したいと思っていますので、これからもゆるパパのほびちゃんの方ですね、よろしくお願いいたしますですね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。